春を彩る桃の花。3月3日は桃の節句。日本ではこの日、小さな女の子の健やかな成長を願い、家族や親しい人たちと祝いの膳を囲みます。そこで飾られるのがひな人形です。宮廷の貴族から庶民まで親しまれた文化。日本の人形は長い歴史の中で芸術の域にまで達し、あらゆる人に愛されています。日本における人形の始まりはどのようなものだったのでしょうか。日本における人形文化の原理をたどると、自らの災いを人形に託して払うという古代の神事にたどり着きます。少なくとも日本では7世紀の頃から木の板で作った薄い人型に息を吹きかけることで1年間の災いを託し川に流すという儀式が行われていました。その名残を今に残す紙で人の形をかたどった形代。現在も各地の神社でお祓いの際に使われています。天勝は1000年以上も前から宮中に伝わる人形です。生まれてきた子供が着る産着を最初に着せ、災いが降りかからないよう身代わりにしました。ハイハイする子供をかたどった宝庫。天勝と同じように身代わりの意味がありました。人形には親が子を思う願いが込められています。ひな人形はその流れの中で生まれたものです。その始まりは実に簡素なものでした。ひな人形は日本の人形文化の歴史から生まれたもので、災いを払い清めるという古代の儀式に根ざすとともに、平安時代以来のひな遊びという人形遊びの伝統も引き継いでいます。ひな祭りでは女の子の成長を祝うためにお人形をお祭りするとともに飾って楽しむという双方の伝統が引き継がれています。ひな人形は宮廷の貴族の姿になぞらえていると言われ、代理雛とも呼ばれています。18世紀に作られた元禄雛。衣装に使われた金糸は今も輝きを放ちます。こちらは名古屋雛。江戸時代、徳川家の城下町として栄えた名古屋は優れたひな人形の産地でした。ひな人形を飾る習慣は特に庶民の間で花開きました。そしてさらに豪華なひな人形が生まれます。江戸時代の後期から末期にかけて段を5段や7段にもしつらえて、そこに代理雛以外の人形やさまざまなお道具を並べる段飾りが完成されていきました。段飾りのひな人形には代理雛のほか、そこに使える三人官女や随神、あるいは能楽の囃し方を表した五人囃子などさまざまな人形が登場しました。これは宮中の結婚式の様子を庶民の世界から見て表していると考えられます。
人形作りの技は現代の職人に受け継がれています。名峰富士を望む静岡県。この地は古くから人形作りが盛んでした。望月裕二さんはこの人形店の3代目です。人形のパーツはそれぞれの専門の職人によって作られます。それらをまとめ人形に仕立て上げるのが望月さんの仕事です。柱を作る人で、この紙を結髪する人、手足を作る職人さんもいらっしゃいますし、お姫様とかに持たす小道具、それを作る職人さんも分かれてますね。一つかけてもお雛さんは作れないというね。この帯名の衣装は黄櫨染の御法。天皇が公式の場で着用する装束です。実際の装束、それを実際にどうなってるのかということを調べた上で制作はしてます。ただ単にそこにいるのではなく、なぜそこにいるのか、いわゆるバックヤードをちゃんとしっかり持った上で制作はしてますね。10体作ってもなかなか自分の理想の形にはなってこないので、だからその表情を出すのが非常に難しいなってとこですね。